こんにちは。実家ガーデナーです。普段はアパート暮らしですが、ガーデニングが好きで実家の庭をいじっています。実家のお庭はこんな感じです。そのうちリメイクしたのはこのエリアです。今回は待ちに待った芽吹きの3月から新入りたちが続々と動き出した4月、ツツジの植栽をした5月というガーデニング最盛期をひとまとめにお送りします。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは実家お庭のリメイク動画や開花状況などを発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。まだまだ初心者マークは外せませんが、ガーデニング歴も2年目に突入。3月のお庭を見に帰ってきました。アジサイの芽はもう出てきてました。気になったので早速枯れたホトトギスを地際でカット。ツワブキの花芽も切っておきます。本当は株が弱ることがあるため種ができる前に切らないといけないようです。アジサイも芽が出ていない枝はカットします。ここにオーデマリを植えました。このオーデマリはカインズで600円。クリスマスローズも咲いてます。実家にはもともと2種類のクリスマスローズがありました。シランも地面から芽が出てきている。この前植えたフーチソウも芽が出てきてます。椿のつぼみも大きくなってきました。冬のイメージだけど春に咲く品種もあるみたい。足元を見るとかわいいオダマキの新芽が。枯れている葉っぱは取っておきます。新芽を切らないように注意しないと。こっちの鉢はまだまだ。アナベルが少し心配です。一押しのホスタハルシオンは芽が出てきた。斑入りの雪の下もこんもりと盛り上がってきた。気になって買っていた斑入りの八角蓮。さて、巡視したところで草抜きします。ローズマリーも剪定。今のうちに切っておかないとすぐ道が狭くなります。3週間ぶりに実家に戻ってきました。目的はもちろん植物の生存確認です。フイリアジサイは大きな葉っぱを出してました。ボリュームが3倍くらいになった気がする。去年に引き続き植えた記憶がないホトトギスが出てきました。
山アジサイの花芽も上がってきてた。雪の下って結構広がってくれますね。タイムも植えてないけど出てきた。今年も無事越冬した見切り品ホスタ。新入りのカインズ、大手まりも無事でした。この前までチクチクの目だった知らん。フウチソウも生えてきました。花びらみたいな新芽だったオダマキ。職場の人におすすめされて植えておいたタイツリソウ。小紫式部の芽も動き出してた。一番心配だったアナベルも無事でした。一番好きなホスタ、ハルシオン。花ニラが見頃を迎えている。八角蓮も葉っぱがきちっとしてた。丸葉の木の新芽も膨らんできてます。アジサイもちゃんと根付いてくれたみたい。一番好きな月がやってきました。新芽をめでる前に一仕事します。もさもさをすっきりさせたいんですよね。あとは目立ってない草ソテツを移植したい。まずは大きく育ちすぎているホスタをカットします。これはリメイク前からあった株なのでとっても大きくなっています。ヒューケラも群れに弱いらしいので今のうちに葉っぱを間引く。ここで今回購入してきた植物を紹介します。最近好きになったツツジ2種類と山野草、破れ傘です。この隙間に限界ツツジを植えます。落葉性ツツジで白い花が咲きます。伸びてきたクレマチスを誘引します。丸葉の木が枯れてしまったのでここにヤマツツジを植えます。中エリアのシンボルツリーにします。まずは上穴を掘ります。自然に分解されるので麻布はつけたまま植えてしまいます。逆に取ってしまうと根が崩れて調子が悪くなるみたいです。モンティエリアで取ってしまった草ソテツを移植してみます。植えたい場所にスミレがいるので少しずらします。
おそらく今の時期の移植は微妙っぽいので、根っこを極力切らないように気をつけます。草ソテツ用の植え穴を掘ります。新芽が取れないように気をつけます。最後に植えるのはヤブレガサ。たまたま山野草が売られていたのでゲットしました。冬にわからなくなるのでラベルを刺しておきます。一通り作業できたので観察しましょう。ツワブキの葉っぱが一段と大きくなってきた。植えたばかりだけど、もう虫食いがあった限界ツツジ。ヒュッケラも大きくなった。20年もののローズマリーの幹。シランはもともとあった株。そして初めましてのフーチソウ。他のガーデナーさんの家にあったのを見て導入してみました。適当な株で作った寄せ植えです。午前中だけは日の当たる椿エリア。オダマキの花が咲いてくれました。花といえばタイツリソウも咲いてくれました。ここのシランはまだつぼみです。日当たりによって微妙に差が出るみたい。この前の年末に作った3つの鉢。小紫式部は小さな葉っぱです。アナベルも順調に成長中。絶対庭に植えていけない樹木の南京ハゼ。拾った種を埋めておいたら南京ハゼだったのでとりあえず鉢に植え替えました。噂通り成長がとても早いので手に折れなくなったら切っちゃいます。そしてリメイクしたばかりのこのエリア。まだまだ株が小さいけど成長が楽しみです。ホスタが気に入ったのでセール品を買いまくったけど品種がわからなすぎます。隠れミノも新しい葉っぱを展開中でした。
花ニラの花は終わってました。花は月1の帰省だと次のタイミングでは咲いてないことが多いです。ということで春の実家庭レポートは終わりです。よろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。